これね、当たればワンパンレベルに強い。キャッ敵戦車炎上。撃破。完璧だね。皆さんこんにちは。こんにちは。多分戦車を自由に作って戦うことができるゲーム、スプロケット。前作ったのはエアリアルやな。今回は前回の設計編の続き、戦闘編だね。まずはこの立ったままの姿から射撃してるみたいなポーズに変える。あとはビームライフルに戦車砲をつけて敵さんをぶちのめしていきます。早速好戦的でくさ。でね、こんな感じで全ての関節部分が動くように作ったんだよね。無駄に高い技術力。さすがにこれだけだと寂しいし、もうちょっとかっこよくしたい。もっと売ってる感があるとええ。今回資料として関節が動くフィギュアみたいなの買ったんだけど、本当に買ってよかった。ほう。というのも、どういうポーズができるのかフィギュアで作ることができたんだよね。なかったらなかったでゲーム内で試行錯誤せんとあかんのか。どういったポーズがいいのかなって何個か作ったんだけど、今回は盾も持ってるし立ったままで、右手と右足を前に出して、ビームライフルを構えたポーズにしていきますよ。一番無難なポーズって感じやな。それでも結構動かさないとダメで、ギリギリステージに収まる感じ。ステージもちょっと大きすぎるかなと思ったんだけど、このサイズにしておいてよかったね。下半身はとりあえずこのくらいにしておいて、次は上半身。下半身とのバランスもあるからな。ビームライフルももうちょっと上げて狙ってる感じに。なんのかチューニや、ツッコミ入れてる葵ちゃんみたいになっちゃった。それうちの妹や。双子漫才ことの葉、よろしくお願いしますね。そんなんない。って何や。ライフルの向きはこのくらいでいいかな。顔の向きが座頭一状態だからちょっと変える。このくらい。もちろん左腕も動かせる。これシールドとか走行どうしとるん？一応体の走行は200ミリ、ステージは150ミリにしてるんだけど、盾は盾らしく400ミリに設定してるね。400ミリ？多分スプロケットで一番強い戦車砲作っても抜けないかな？はい、ポーズはこんな感じにしておきます。次は砲身の搭載。これはどうなっとるん？銃を垂直方向に動かす仕組みだね。右手の付け根に90度傾けた砲塔をつけて上下方向に動く。そういうことか。いろいろついてるけど、砲塔に右手のような装飾がついてるだけってイメージ。それで、今回搭載した砲身なんだけど、砲身長 2.7 メートルの150ミリ砲。150ミリ。以前のアップデートでリロード速度が異常に遅くなって妥協した150ミリ。これを4つ砲身重ねて2秒間隔で連射できるようにしました。ちなみに砲塔に放置されてる重大なバグがあって、特定の砲身だけ砲弾が出なかったり全部出なくなることがあるんだけど、バイク戦艦の回で言っとったやつか。その場合は、セーブしてから一度タイトル画面に戻って再試合しないといけない。砲塔関係でバグったらタイトル画面に戻る。これ重要。これで一応完成やな。念のためちゃんと動くか試験するよ。動いた。腕の上下方向の振りは、さっき作った肩のところの砲塔。水平方向の回転は、上半身のパーツが全て接続されてる円柱を動かしてるね。これ動き面白いな。ほら、こういうのって変わった戦車を作り続けないと絶対に作れないし、思いつかないと思うんだよね。2年間90本以上動画作り続けて身につけたスプロケット最高水準の設計技術、エアリアルを動かすために頑張ってきたとしておきましょう。そういうことにしといてあげてください。では、サクッと仕様を紹介して戦っていきます。はい、今回作り上げたエアリアルなんだけど、重量は2257トンだね。2000トン超えとるやん。ちなみにアニメではどんだけなん？ 43.9 トン。これね、機体も重たいんだけど、ステージ分の重量も入ってるからこうなるんだって。手法は、ビームライフルのところにつけた18口径150ミリ砲。最大貫通力は約250ミリ。スプロケットの砲弾は2つしかないんだけど、最近よく使っている鉄鋼榴弾を搭載しました。第二次世界大戦を再現したゲーム仕様やからな。それで、ちょっとおまけの映像なんだけど、これがエアリアルの胸のところ。ちょうど操縦座席付近からの眺めになるんだよね。下はこのくらいの高さになる。やっぱりこれ高いで。こういったのも1分の1で作れないと、なかなかイメージしづらいんだよね。ここまで再現やってるのも、多分このチャンネルだけですよ。上手にできとったらいいねしてあげてな。それではゆかりちゃんを呼んで試合をしていきます。皆さんこんにちは。いつものように私は本主やるから、ゆかりちゃんは状況報告。あかねちゃんはツッコミ役と後からドライバーやってね。
了解。最近多いな、ツッコミ役。では戦闘開始。ゆるふわ軍事チャンネル。いつもの敵さんが攻めてくるシナリオだね。うちらの後ろにある防衛ライン突破されたらあかんってやつやな。十分な火力と装甲あるし、サクッと戦ってサクッと終わっておきましょう。と言って今まで終わったことがない。実弾ライフルはこんな感じの連射に設定。4発撃って少しリロードを挟みます。で、ほらなんだっけ？アニメで決闘する時のなんとかかんとか。なんか言わんとあかん的なやつやな。デュエル開始じゃないしなんとかの性能がほにゃらら。というか敵撃ってきとる。あいた。蹂躙する。完全に顔と言葉の悪役やん。ちなみに先端外しました。大丈夫、誰も見えてないから。隠すためにカットイン使う東北ずんこ。先制攻撃するとは卑怯なアーシアンめ。アーシアンもやめる。射撃ミス。あれ？遺体に命中。敵戦車を貫通。撃破。見たか、これがスペーシアンの技術力。スペーシアンもやめる。これね、当たればワンパンレベルに強い。キャッハー。敵戦車炎上。撃破。余裕すぎるんだけど。半分チートレベルの機体使っとるからな。違います、エアリアル。エアリアル自体半分チートみたいな機体やん。機関通。あれ ?150 ミリに抑えたことでリロードも一応早い。ファイヤー。アニメでは絶対ファイヤー言わん。冗談。冗談。ファイヤー。何かおかしい。いつもおかしい。おかしいのは砲弾だけじゃなくて、照準ももっとおかしい。これどうなっとるんや。さっき映像回転させてまっすぐにしてたけど普通はこんなんだからね。これね、上半身を斜めに傾けたから視点も斜めになってる。醜すぎやろ。敵の砲弾貫通。あれあれやばい。ちょっと待って、動かないんだけど。なんとかせえ。エアリアル動け。エアリアル、なぜ動かん。火災が発生してエンジンがやられました。ダメやん。あ、負けた。というか撃破された。こんなに時間かけて作ったのに負けは認められない。さっきの決闘は無効とする。アニメみたいなこと言うな。くらえ、150ミリ積んだライフル。いや、普通に外しとるやん。あれでも見て、弾は普通に貫通してないんだよね。さすがに200ミリとか積んどるからな。敵の砲弾貫通。あれこれどこかに問題ある。チートしてる疑惑のアーシアンを撃破しなければならない。と、チートレベルの手法で狙っています。当たんないんだけど。遺体に命中。面白いやつだ。倒すのは最後にしてやる。何言ってんねん。当たれば強いんだけど照準の感覚が何かおかしくなる。これがデータストームというやつか。そんなもん搭載していません。原因はこれなんだけど、左右に大きく振るとはちゃめちゃな照準になる。このズレがかなりすごいやん。ここまですごいのは初めて。2時の方向敵戦車。画面めっちゃ傾いてて草。狙いにくいには程がある。びっくりした。何が起こった。貫通した砲弾で誘爆したみたいです。誘爆って200ミリ走行どこ行ったこれ。はい、何回やっても爆発することの方が多いということで、また走行設定に穴があるんやろ。今回も自分の作った戦車同士で戦えるカスタムバトルで遊んでいこうかな。もちろん敵は憎きスペーシアンのエアリアル。貫通できることを知って撃破してやろうという最初に登場したのはガンダムの戦車で有名な61式戦車小型。これもめちゃ時間かかったやつやな。このぐらいの複雑な戦車作れれば多分エアリアルも作れると思うね。さっきから200メートルくらい手前で土煙上がっとる。コンピュータ操作のエアリアルも照準がおかしくなる可能性。普通にそんなことなかった。何が原因って、さっきのは100以上のパーツが組み合わさってて複雑な長弾も発生する。早速どつかれとる。次は宇宙戦艦ヤマトからサルバー S6 型重戦車。正面走行はエグい傾斜でまず抜かれる心配はない。みんな行くよ。おお、長弾した。当たったのはフェンダーだけど、ここ抜かれても撃破判定になっちゃうのがスプロケット。実質強盗扱いやからな。というかエアリアルどこ？リプレイ見るとターレットリング付近抜かれたっぽい。これめっちゃ射撃精度やばいで。1キロほど離れたところにエアリアル。うっすらとしか見えん距離やん。だったら地球最強の戦車で倒すしかない。
あるやん、物量狼。ゆかりちゃん乗ってます。なんで私？地獄へ行くぞ大五郎。一人で一人で。おっとっと。挙動おかしいの忘れてた。みんな見て、車体小さいから被弾する確率も低い。でもコンピュータの射撃精度めっちゃやばいで。正面にエアリアル。あ、リタイ切られた。あかん。もう何もできません。危ない。お尻で150ミリを弾くゆずきゆかり。弾いとるのは車体や。気合で向きを変えてエアリアルに当てるしかない。というかどこから攻撃されてるかわからん。一応正面にいるっぽいで。卑怯なステーシアンメ、今鉄油下すとき。あれ？やられとる。これがガンダム、汗っかきのゆかりちゃん、炎上？なんか言ったか。でね、分かったことがある。ぶっちゃけ強すぎてまともに接近すらできない。遠くから当ててもまず抜けん。ズンちゃんも遠くからでも抜ける女なんだけど、手法がダメならこれを使うしかない。結構前に作った敵戦車を持ち上げるやつや。このアームを使ってエアリアルをひっくり返す。そんな作戦。そして、確か10ミリに設定したステージの底を抜く。完璧なんだけど。みんな行くよ。周りについとる変な配管は気にせんといてください。この砂丘に隠れてこっそりエアリアルまで近づく。ほら、撃ってこない。というかがっつり方針こっち向いとるやろ。笑った？何笑ってんねん。不思議なことに攻撃してこないんだけど、もしかして車高低めだから狙われないとか？でも一応狙おうと動いとるな。謎の偶然で接近することに成功。エアリアルに鉄油を下すとき、多分逆に下されるのオチやでこれ。ゆかりちゃんの人力アーム、始動。人力設定忘れとったわ。ちょ待った。何か重いな。よう考えたらエアリアル2000トン以上あるやん。忘れてた。待って、これ前浮いてるからそのままひっくり返せるかもしれない。ちょうどいい感じにアーム入りそうなところあるで。10ポリ刺さった。ゆかりちゃんパワー。アーム始動。本当は電動かなんかで動いとる設定や。確か前遊んだ時は重い戦車も持ち上げられた気がするんだけど、全然びくともしない。動いてすらいない。これはあかんな。はい、ではラストにこの戦車というか兵器を使ってどちらが強いのか確認。前回作った11分の1バイク戦艦アドラステアや。確か走行も200ミリでエアリアルと同じ。搭載した手法も150ミリで偶然にも同じサイズになってるね。貫通力も双方に100ミリ以上あって多分抜けると思うんだけど、走行も手法の威力も大体同じってことか。このくらいでいいかな。では行きます。発射。先端飛貫通。抜けんのか。多分距離あるから威力も下がってる気がするね。あと考えられるのは胴体の大半を隠してる400ミリの盾。遠くから攻撃するとほぼ盾に当たる感じやん。絶対抜かれないようにちょっと向き変えてたんだよね。ズルをする東北ずんこ。ライフルのところとか長弾で貫通できそうなんだけど。先端飛貫通。腕のところも当たったけどあかんか。何かの偶然で抜けるかなと思ったんだけど無理っぽい。向こうもこっち抜けとらんし双方威力が足らん感じやな。その後も打ち続けたんだけど抜ける気配がない。残念。エアリアルの動画で撃破するわけにもあかん。このくらいで終わった方がええ。ズンちゃんは一切忖度しない女なんだけど終わっておこうかな。キャッハー。超馬何してん。はい、ということで2回にわたって機動戦士ガンダムから1分の1エアリアルを作って遊んでみた動画を紹介しました。予想はできとったけど過去1で時間がかかった形状になったな。頑張ればこんな形も作れるということが証明できたので、ぜひ皆さんも遊んでみてくださいね。このチャンネルでは他では紹介されていないようなブーチに関する内容からゲーム実況などを多く投稿しています。興味を持たれた方はぜひチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。では、次回の動画でお会いしましょう。またね。またな。